皆さんこんにちは。アイズ・イン・ワンダーランドのアリスです。今日はですね、1.2.2 の動画をまた作っていこうと思います。今日は1.2.2 のアニメイト。参照となるダンス動画なんかを見ながら、それに合わせてキャラクターを動かしていくという動画を作っていこうと思います。それでは早速始めていきましょう。それで今日はこんな動画ですね。私の後ろにここに参照の動画があるんですが、それと合わせて、違うキャラクターを動かすと。こんな動画を作っていけたらなと思います。それでは早速、やり方を見ていきましょう。まずモデルですけれども、今回はですね、コンフィ UI を使っていきます。使うモデルは 1.2.2 アニメイト。今回も GAF モデルを使っていきますね。GAF モデルだと自分の GPU に合わせたものを選べますので、今回も GAF モデルを使っていきます。そして2つローラが必要ですね。1アニメートリライトローラというのと、ライト X2V というのが必要になります。こちらは、概要欄に URL を載せておきますので、そちらから探してみてください。あと1.2.2 で普通に使う VAE とか、あとテキストエンコーダーもいりますので、そちらもダウンロードしてください。概要欄見ていただければと思います。それでは早速やっていきましょう。ではこれコンフィ UI の画面ですね。コンフィ UI のダウンロードがまだの方は基礎的なものを最初に見てください。今日の内容はちょっとハイレベルになりますので、まずコンフィ UI で画像が普通に生成できるっていう方が対象だと思っておいてください。また右上の方に CPU のメモリー、どのくらい使っているかを示しておきます。私は大きいモデルでやっているので、かなり使うことになると思います。そしてモデルをちらっと最初に見ておきましょう。こちらが GAF モデルになります。1.2.2 アニメイトというやつですけれども、9-2 から9-8までありますね。まだ私はこの9-8しか試してないのですが、9-8だと 24GB の VRAM でもちょっと厳しいかなと思いますので、ちょっと手前のものを使ってみてください。それではワークフローを見ていきましょう。今回は導入ということで、まずテンプレートのワークフローを見ながら、それがどのような構造になっているのかというのと、あと問題点を見ていきたいと思います。そこからね、いろいろまた発展していくというつもりで見ていてください。まずこのテンプレート。私に隠れてますね。ちょっとこちらに出しますね。まずこれコンフィ UI の画面ですけれども、こちらにテンプレートがありますので、こちらをクリックします。そうすると、いろいろ選択できてビデオを選択します。ビデオを選択すると、これですね。このロボットが動いているこの 1.2.2 アニメイト。これを使います。これをクリックします。モデルは入ってませんよっていうことがここに記載されていますが、とりあえず OK にしておきます。閉じます。そうするとですね、こんなかなり多いワークフローが、これですね。ちょっとちっちゃくすると、これが全体像ということで、ちょっとおえっとなってしまうんですけれども、一つずつ見ていけばそんなに難しくないので、一つずつ見ていきましょう。まずちょっと拡大していきますね。まずはモデルです。モデル何を使っているかというと、このデフォルトでは普通の 1.2.2 アニメートっていうのを使ってますね。もしこの中にですね、赤くなっていて、ちょっとノードが足りませんよっていう時は、このマネージャーを押してください。で、このインストールミッシングカスタムノードっていうのを押すと、ここに足りないノードがありますので、これを全部インストールして、そしてまた再起動して、そしてこの画面になってください。そうすると、すべて使えると思います。今回のものはすべてこのマネージャーからインストールすることができます。それでもう一つ、今回 GAF モデルを使うために、このモデルローダー、これではちょっとダメなので、一つ追加しておきます。ダブルクリック。余白をダブルクリックして、ここに UNEST と入れますね。そうすると、UNET ローダー GAF っていうのが出ますので、これをクリック。上ですね。これを、このチェックポイントの代わりにつないでいきます。それだけで GAF モデルは使えますね。こちらはコントロール B でバイパスにしておきましょう。そしてさっきダウンロードしたものですね。それをここから選びます。1.2.2 アニメイト 14B89 ですね。この UNET ホルダーに入れておいてください。そうすれば選択できます。次に必要なのがこのローラ2つですね。まずチェックポイントからローラが2つつながります。一つはナイトなんとかってやつですけれども、これもクリックして自分の入れたものを選んでいきます。私は、1の
ライト、これですね。こちらを選びます。で、こちらはリライトってやつですね。リライトのローラーは、ちょっとランクが128とか256とか、いろいろありますが、デフォルトはこの64なので、64を入れておきます。まあ 2.1 になってますけど、この辺は大丈夫みたいですね。そして、あとこのクリップビジョンですけど、クリップビジョンがない方、こちらもこれダウンロード必要です。今回はクリップビジョン H っていうのを使うみたいですが、まあ G とか L とかありますけど、H ってちょっとちっちゃめかな？これを使っていきます。私これダウンロードできてなかったのでダウンロードしましたが、こちらにですね、日本語のやつを見ると、ダウンロードするサイトが書いてありますので、これですね。ここをクリックすると自動的にダウンロードされます。これをクリップビジョンのフォルダーに入れておいてください。モデルズフォルダーの中のクリップビジョンのフォルダーですね。そしてもう少し準備するものがあって、これは 1.2 を生成するときにいつも必要なこのエンコーダーですね。UNET5XX うんぬんというやつをなければ入れておいてください。で、次に VAE。こちらも必要です。こちらは私の 1.2 どのモデルを使うという動画でも説明していますので、もしこのあたりがわからない場合はそちらを先に見ることをお勧めします。この動画はこのあたりがね、とりあえず問題なく入れれるよっていう方じゃないとちょっと厳しいかもしれないです。では構造を見ていきます。この構造ですが、モデルをいろいろダウンロードした後、いつもこのモデルサンプリングっていうのに入るんですけど、その後、このモデルが一気にですね、このビデオサンプリング&アウトプットという、全部ひとまとめみたいなモードに入ります。この中に K サンプラーって画像の計算をするものも全部入ってるんですね。そこに今のモデルをつないでいきます。で、VAE もつなぎます。で、ポジティブプロンプトとネガティブプロンプトもつなぎます。で、入力するものは、一つはリファレンス画像ですね。どんなキャラクターを動かしたいか。それについては、ちょっといきますね。ずっといて、今回使うのは、よいしょ。ここにイメージを入れるのですが、ここに画像を入れます。今回使うのは、この画像ですね。この画像は、私がちょっと協力している医療情報番組のメダリーチャンネルっていうのが始まるんですが、それのキャラクターのメダリーちゃんです。その画像でダンスをさせていこうと思います。メダリーの画像をここに入れますね。そして、あとはダンス動画。ダンス動画はちょっと準備に関してはご自身の方でお願いします。なかなかこれを準備するのが難しいと思うのですが、今回はちょっとこの動画を使わさせていただきます。こちらもちょっと商用利用できないタイプで研究用ということですが、今回はちょっと使わせていただくという形でいきます。こんな感じで音もついてるものですね。元はもっと長いのですが、9秒で切ってあります。はい、この動画。で、最終的には、このメダリーちゃんがここで踊るというのを作っていくんですね。それでこのメダリーちゃんに関してはどうなっているかっていうと、もうこれ、サイズは結構何でもいいみたいですけど、おそらくこちらとアスペクト比を揃えておくと安定すると思いますので、両方とも今回は正方形の画像になってます。で、このイメージをもう直接ですね、そのまま何の処置もせず、こちらのリファレンスイメージっていうところにつないでますね。これは入力画像。あともう一つが、この画像から先ほどのクリップ。これは背景と分離するやつですね。人物だけをくり抜くクリップというので、クリップビジョンというのを作って、これをこちらのクリップビジョンアウトプットにつないでます。おそらくリファレンスキャラクターがよくわかるようにそうしてるんでしょう。それが一つ目の準備。そしてもう一つがですね、このビデオ。このビデオの処理どうなっているかというと二つあります。一つは、この人物が動いているそのモーションを撮る。これはコントロールネットですね。コントロールネットのこの DWE ポーズっていうのは、いわゆる棒人間を作るやつですね。こちらから棒人間を作るプリプロセッサーというものです。コントロールネット AUX という
カスタムノードを入れると使えますが、こちらで棒人間にしていきます。で、これちょっと面白いのが、棒人間のこちらは顔ですね。顔バージョン。そしてこちらが体バージョンという形で2種類の棒人間を作っていって、それぞれを入力して動画を作るという仕様になってます。今回このノードではないのですが、どんな棒人間ができるかを見たいので、棒人間のアウトプットも作っておきます。ビデオコンバインというのを作っておいて、これはビデオを出力するものですけれども、こんな形で2個作っておきますね。コントロール C、コントロール V で、こちらはボディ。こんな形で作っておきます。フレームレート後で全部合わせなきゃいけないので、一つのノードにつなげる形にしますから、とりあえずこのままでいきましょう。これを、このイメージ。こちらが顔ですね。フェイスがイネーブルになってるので、こちらが顔。そしてこちらが体。はい。これでここに棒人間の動画ができるはずです。そして、次はですね、もう一つの作業は、こちらの動画からマスクをつける。くり抜くという作業をしていますね。どちらもですね、ちょっとここ隠れてるんですけれども、これか。この先にビデオコンポーネントを取り出すノードがあって、イメージ、画像と、あと音声を取り出してます。この音声も最後の動画にくっつけるので、こちらの音声、オーディオってとこに出力してますね。オーディオがない場合は繋がなくてもいいと思います。そして、これでアップスケール、サイズを変えて、もしアスペクト比が合わなかったら、真ん中で切り取ってくれるので、合わなくてもできます。で、サイズですが、ずーっと上に行って、ここに高さと広さを指定することができるノードがありますね。で、こちらが高さ、広さですけど、これ64の倍数、16の倍数かなになる必要があって、デフォルトは640なので640でやっていきます。VRAM のメモリーが心配な方はこちらをちっちゃくしてください。16の倍数であれば OK ということです。それで、マスクに関しては、この画像を、このサイズを変えたもの。これをずーっとこちらに引っ張っていって、ここの、この、サム2ですね。セグメントエニシング2というので、マスクにしていきます。最近は3も出たみたいなので、もしそちらが使えればそちらの方が精度が高いでしょう。今回は2でいきます。その2のノードでマスクを作る。で、もう一つがですね、この、ポインツエディターというやつなんですが、こちらにも画像が入って、最初何もないのですが、一回回すとここに最初のフレームが出てきます。で、この緑がセグメントしたいもの、人ですね、人に当てておいて、この赤が何もないところに当てておくというものです。これがしっかり人に当たってない場合は、うまくマスクができてないことが多いですね。もし合ってなければ手動でこう動かして、後で変えてあげることもできます。そして、その画像、もう一つこちらにも入ってるんですが、これは何を使うかというと、先ほどの画像、マスクした画像と合わせて背景を切り出すものですね。背景を、こちらと全く同じ背景を使いたい場合は、こちらの画像のこのサイズを変えたものが、ここまで入っているという形になります。背景変えたい場合は、ここに違う動画を入れればいいということですね。ただ背景の動画入れる場合は、少なくとも人間の動画よりもフレーム数が長いものを入れるようにしてください。そして、インプットに関してはこちらのマスクをずーっといって、こちらのキャラクターマスクっていうところにつなぎます。そして先ほどのバックグラウンド。これをバックグラウンドビデオにつなぎます。そうすると、すべてつながりましたね。モデル、オーディオ、VAE。で、ポジティブ、ネガティブプロンプト、クリップビジョン、リファレンスのイメージ、これメダリーちゃんのキャラですね。で、DW ポーズのフェイスビデオ、ポーズビデオ、そしてバックグラウンドの背景のビデオと、キャラクターのマスク。このすべてがここに入ってくると動画ができることになります。今回元画像が 30fps なので、すべて 30fps で合わせていこうかと思います。ちょっとそのやり方をやりますね。
この FPS というのは、フロートですね。ここにフロートと入れると、フロートというノードがあります。こちら、このコンフィナイトラルズかな。このカスタムノードが必要になりますので、入ってない方は入れてください。で、ここが30フレームですね。にします。そして、よいしょ。まず、ここの FPS のところにつなぎます。で、30。そして、先ほどの棒人間ですね。ちょっと触っていきますね。何個も入れる時があるので、一緒にしておかないと、すぐ入れ忘れる。これで FPS は、これですね。フレームレート。こちらもフレームレートが30。あとあるかな他に。他はないかなその3つです。で、これですね。あともう一つ大事なことがあって、設定としてこの一つのボックスで動画ができるのですが、この動画が64フレームまでで終わるようになっています。おそらくそれ以上やるとメモリーが足りなくなってみんなできなくなっちゃうので、64フレームに設定してあると思うのですが、その続きはじゃあどうするのかというと、この次のノード、ビデオエクステンディットっていう動画で生成できます。65フレーム目からこちらと一貫性を持って繋がっていくという形です。何で繋がっているかというと、このまず一つ目はイメージですね。おそらく最後のフレームのイメージが、このラストバッチイメージズっていうところに入ってるんだと思います。最後の1枚なのか数枚なのかわからないですが、そういうのが入っている。で、次にビデオフレームオフセット。こちらがここですね。ここに繋がっています。それと、あと他のものは前のものと一緒。モデル VAE オーディオ全部繋げる必要があって、この FPS ですね。16。これも合わせておく必要があるので、先ほどのプロトノート。どこいたかなこれですね。このノードの30をここにつなげておきます。一番下。よいしょ。ここですね。これで、ここが30になりました。ちょっと名前変えておきましょうかね。右クリックして、タイトル。フレームレートにしておきます。一応これでですね、ノードの方は完成ということで、動かしていきたいと思います。ちょっと一度メモリーをパージしておきますね。これで、よいしょ。どこ行っちゃったの？今、動画で使っているメモリーだけですね。OBS とかで使ってるのが 6GB。こんな感じ。ここからやっていくという形になります。でもし動画が長ければ、こちらをまたコントロール B でつなげる。ただこれ以上長いとですね、自分でこれを作って全部つなげなきゃいけないので、ちょっと大変ですが、頑張ってやってください。では動画を生成していきますね。今このポーズのところに入りました。これ結構ね、時間かかるので、実は一度やったら、こちらの次からは動画を使いたいということで、この動画を作っているというのがあります。特に一番最初はモデルのダウンロードも入りますので時間がかかりますし、そもそもこの処理が結構時間がかかります。今頑張ってポーズ1枚ずつやってますけど、結構時間かかって、顔バージョン、そして体バージョンといきますからね。あと生成中にもう一つちょっと追加でいきましょうか。ここですね。ここのマスクも見ておいた方がいいと思います。今ちょっと閉じてますけれども、マスクこうやって見ておくと、ちゃんとできているかを確認できますので、ここ最初デフォルトではバイパスになってますけど、両方見れるようにしておきましょう。このプリプロセッサーに関しては GPU 全然使ってないですね。この作業は CPU で行っていますので、お使いのパソコンの CPU の能力も、この作業をするときは必要になります。結構 CPU 頑張ってますね。今顔用の棒じゃないですけど、人間ができました。こんな感じで、面白いですよね。だから結構顔の大きい画像なんかは表情を撮れると思いますので、それも試してみてもいいと思います。ダンスに特化したというか、キャラクターを入れ替えるということを目的としたものですね。ダンスとかだとちょっとこっちはね、不安定なところも実際はあります。ただ、これでやり方を見ておけば、少し発展したものや変化したものも結構わかりやすいと思うので、このテンプレートの
ワークフローを今紹介しています。今体の方に行っています。かかった時間はですね、結構いい CPU なんですが、234秒ですから、そうですね、9秒の動画で4分かかってますね。今体の方の画像が出来上がりました。これが棒人間ですね。結構綺麗に撮れてますね。この DW ポーズのはかなり性能がいいと思います。こんな形。こちらも4分かかってます。これ繰り返したくないので、この動画は必ずここで繋げておきましょう。繋げておいてないと、またやり直すときに最初からこの数分の作業を待つことになります。で、次何をしているかというとマスクの生成に入ってますね。よいしょ。これちょっとずれてますけど、次から合わせるという形で最初のフレームが出ます。で、このマスクなんですが、もう終わっちゃったかな。あ、もう終わっちゃいましたね。結構早いです。ここ早いです。で、今、こちらの、これ、K サンプラーですね。いろいろごっちゃノードに入って計算してくれてます。今そこで VRAM がかなり使われて、今 36GB ですから、やはりこの640っていう設定が結構きついのと、私が使ったモデルが結構重たいということですので、こちらの2つ、画像サイズと、そして、モデルの大きさ。あと1つは、フレーム数は一定にしてはいるので、そこは変えられないとして、この2つですね。この2つを調節して、お使いのパソコンで使えるサイズに調整してください。そして先ほどちょっと一瞬で言ってしまいましたが、マスクのところをちょっと説明します。マスクはこのモデルローダー、これ自動的にロードされるので、こちらのノード。初回はちょっと時間かかりますね。そちらがこのモデルにくっついていて、そして、このダンスの画像と、このポインター、こちらがここに入ってきます。このマスクがうまくできるかっていうのがこのワークフローのかなりの肝の部分になりますので、今回ちょっと忘れてましたけど、マスク画像を確認する必要があります。で、マスクは、ちょっとグローで大きくして、あとブロックファイって言って、結構ね、レゴブロックみたいなローポリにしてます。ローポリブロックにして、ちょっとぼんやりしたマスクを作りたいんですね。それでやってます。もしマスクがもうちょっと細かいマスク、ブロックの大きさですね。それをちっちゃくしたければ、こちらを16とかにすると、もうちょっと精度の高いブロックになりますが、あんまり細かくしすぎると、このシルエット、これそのまま使われることになりますので、メダリーちゃんのスカートとか、あとポニーテールなんかがうまく表現できないことが多いので、そのあたりをこちらで調節していくということになります。あまり大きすぎると、ぼやっとなって、何か画像が混ざっちゃったり、背景が綺麗に撮れなかったりということになります。そしてそのマスクの色を調節して、背景画像の上に載せるのがこっちということになります。ここで調節するのはこのサイズぐらいかな。広さとかは10でいいと思います。これファイル名私がつけたやつがちょっとダメでしたね。パーセントデート。こんな感じでセーブビデオのこのパープレックスの付け方を間違えただけで、もう一回最初からやり直しみたいな感じになるといけないので、先ほどの棒人間は保存しておかないとダメですね。ちょっと今2回目でやり直してます。2回目でどうやって棒人間を再利用するのかは後で紹介します。さて、最初の64フレームが出来上がりました。どうやらちゃんとできてそうですね。画像はあまり綺麗じゃないかもしれないですが、ちょっと動かしてみます。ちゃんといいですね。後ろのカメラがちょっと椅子みたいになってますけど、非常に綺麗に動いています。そして今、次の64フレーム目を計算してくれてますね。これ何がすごいって結構この物理の動きですね。髪の毛の動きなんかも非常に綺麗に学習されてますよね。あと影もちゃんとついていたりします。なかなか素晴らしいですね。これで2つ目の動画が上がってきました。2つ目の動画は投資で最初からですね。こんな形で最初からのつながりの動画として出力してくれます。この計算プランの計算自体は思ったより長くないかもしれないです。当然
使っている PC の性能によりますが、この64フレーム生成するにしては、まずじゃないかなと思います。やっぱりステップが6で済んでいるっていうのが非常に大きいですね。ちょっとこれ 16fps のままでしたね。いろいろとちょっとミスがありますが、本来であればこのフロートを繋いでおくべきでした。最後出来上がる動画は 16fps というちょっと間抜けな感じになってしまいますが、とりあえずこんな形で動画ができていきます。では同じ元動画を使って2回目の作業をやる方法を確認しておきましょう。一つ大事なことは、ポーズの動画は先ほど使ったものを再利用するということです。こちら、先ほど作ったこの動画ですね。こちらをアップロードして使いましょう。ノードは余白をダブルクリックして、ビデオ、ロードビデオ。これですね、ロードビデオアップロード。これしましょうか。これです。これを2つ出しておきましょう。そして、先ほど作った棒人間の動画。これをこちらに入れていきます。これと、あと顔ですね。この2つの動画を使っていきます。そしてこのイメージを結局こちらのこのイメージですね。この出口と入れ替えてあげればいいということになります。つなぐところは3箇所ですね。こちらを顔なのでフェイスビデオ。2つ目の、届かない場合はリルートして、よいしょ。フェイスビデオ。フェイスビデオにつないでしまいましょう。これで3つつながりました。つながってますね。で、同じように、こちらのボディも3つつなげます。ポーズビデオ。そしてポーズビデオ。これで3つつながりました。こちらは使わないように、コントロール P でバイパスしておきます。これでもう無駄な時間は使わないということになりますね。そしてこちらのマスクの方は早いので、もう1回やるんですが、2回目は再調整してこの緑のものを人間の上に置いておきましょう。そして先ほど言ってなかったんですが、ここデバイス GPU も選択できるので GPU の方が早いかなと思います。で、先ほど言ったブロックの数を調整してみてください。今32だと結構ね、こんな風に本当にざっくりとしたものなので、もうちょっと細かい方がいいなと思ったら、ブロックを小さくしてみます。16。これでいきましょう。これだと2回目は結構早いですね。ほとんどこの計算プラの計算時間だけでいけます。フレーム数はさっき30に直しましたね。で、もう一つ、さらにこの動画長いので、もう一個つなげる場合は、これを2つコントロールし、押しながらクリックしてコントロール C、コントロール V で、コピーするんですが、つなげるのが大変ということです。これは頑張りましょう。バッチイメージをラストバッチイメージ数、ビデオオフセットをビデオオフセット、そしてで最後欲張って背景を変えるというところをやっておきましょう。背景動画適当に準備をして、これもアスペクト比同じが推奨ですね。こちらもロードビデオで背景をアップロードしておきます。そして、ここですね。このイメージ。デベロッパーズのここにこの背景を入れてあげると、こちらの今まではこの白の背景が入っていたんですけど、こちらの背景が入るという形になります。実際、違う背景を入れると、ちょっと動画は乱れる傾向があると思いますが、ちょっとやってみますね。それでは、今、ロードビデオ、どっかのロードビデオしてますね。ポーズは素通りして、もうセグメントに入っていきます。現在のマスクがこんな感じ。ブロックを16にするとこんな感じで細かくなりましたね。もうこのくらいでもいいのかな？そしてこちらは背景が白が青くなりましたね。そして、ちゃんとマスクが乗ってますね。OK。そして今サンプラーの方に行ってると思います。今ここで計算してくれてますね。さて、最後まで動画ができました。ちょっと動画を見てみましょう。なんだよ。途
とてもいい動画ができていると思います。まだ改良の余地はありますが、以前のアニメート自負を使っていた時代とは大違いですね。いやー、最後までお付き合いいただきありがとうございました。とてもお疲れ様でした。ここまでできた方は、とても素晴らしいと思います。もっと濃度を改良して、いいアニメーションを作ってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。